ということで、モーグ16チャンネルボコーダー。これなかなか見たことある人いないと思うんですけど、これね、1978年に、発売されたもので、それが復刻された状態で出てきました。今ね、このちょっとクロスパッチングしてるんですけど、これね、で、ロボットボイスです、これ。ボコーダーの原理っていうのは、今マイクの、がここに刺さっていて、マイクの音量ね。で、この、メイトリアークのアウトプットから、ノコギリ刃のもう直線的なサウンドをここのキャリアっていうところにね入れててね、そのキャリアでボーカルの声をここに変調をかけてるということですね。往年のボコーダーサウンド素晴らしいですね。ちょっといろんなことやってみましょうか。はい、この状態がね今ケーブルをさっき使ってたケーブル全部抜いて素の状態です。Hello everybody. Check my check. はい。このねやっぱりね、アナライズアウトプット、シンセサイザーインプッツ。これね周波数を表してます。このヘルツの単位を表していて、これねエクスターナルパッチっていうのをオンにするとこれがね有効になるんだよ。例えばよこの辺の周波数をこの辺にこうやってみると、なんか来てるの分かりますかね。来た、どんどん来てますよ。はあはあはあ。なるほど、面白いですね。はあはあはあ。そうか、上の方というよりもこの辺の周波数の方が面白いかもしれないね。このようにマイクからのアナライズ信号をこんな風に持ってくることができるんですね。さっきね最初のところではリバーブかけてましたが、これノンリバーブね。全く素の音です。入れるとという風になるわけですよ。面白い、これは。やっぱり声の周波数がこの辺に集まってるの分かるよね。一応できるのが 50Hz から、5080Hz の一番濃い周波数のところをこうやってクロスパッチできると。次のパッチングはね、ここからちょっと2つ飛ばしで斜めたすき掛け状態でガーッとね、これもこのモーグ16チャンネルボコーダーの取説にねこれ出てたんですけど、チップモンクというね、プリセットでした。こういう音です。Hello everybody. Hello everybody.
当然ここのねモジュレーションでさてここのねサンプルホールド、これが面白くてね、これね当然ボコーダーの音がこう変わるわけじゃない。こうやって変わりますね。はーはーチェンジはーはー、この状態でこう、ホールドすることができます。音を例えばってやると喋ってなくても例えばね違うのやってみましょう。そのボコーダーで喋った時のもの、変化した音がホールドされるという、ね、これは今ここでやりましたけど、これ、後ろにバックパネルに、ペダルのスイッチの端子があって、そのサステインペダルでこうやることができます。これパッチングを使うときはこのエクスターナルパッチがインになってなきゃダメね。アウトだとこれ無効になります。よくできてますね。もう最高に楽しいです。これね、ぜひ活用していただきたい。次にね、ちょっといろいろ面白いことやってみましょうか。ということでね、さっきは、この、シンセからの信号で、鳴らしましたけど、今度はね、こちらの、声のデータをね、ちょっと鳴らしてみるのかなと思います。こういう曲なんだけど、Oh baby, let me be your lover. Let me be, as you know that I'm not always, but I can fix that for you tonight. ここのボーカルのデータ、これをこれでこのパッチングをしてみたんで。こういうことができるんですよ。ここのね、重要なのが実はここの部分でね、バランスとモードっていうところにバズとヒスっていうのがあって、このバズヒスモードっていうのは、バズはまあ普通の声の音で、ヒスっていうのは作業とか他行のバランスがここになります。ここでね、バランスを取ることができるんだよね。じゃあこのちょっと声のところで鳴らしてみるとどんな感じかっていうのを聞いてみると分かるんだけど、これ見るとね、
佐藤がね、津の行のとこにこのヒズのところにグッと動くのがわかりますね。ということで、モーグ16チャンネルボコーダー。最近ね、このボーカルをいかにこううまくエフェクト化して使うかみたいな。そういうのでやっぱボコーダーってのはもうね、最高に楽しいですね。アートリアの V コレクション8の中にもね、ボコーダー V 入ってますよね。というように手軽にソフトシンセで試すもよし、こういうふうにこう、ハードウェアでガーンとこういろいろ研究してね、使うもよし。もうとてもいいと思います。モーグ16チャンネルボコーダーでした。